必ず進行方向にプラスしてが大切です。皆さんこんにちは。プロサーファーの吉川ひろかです。今回はロングボードの波に乗る時のパドリングについて詳しく解説していきます。内容は前回の動画基本のパドリングの続きになるので、まだ見ていない方は概要欄にリンクを貼っていますので、そちらをチェックしてみてください。波に乗る時のパドリングなんですが、基本の動作に加えて少し違った意識が必要になります。波に乗る前にがむしゃらにパドリングしている方、自分の進みたい方向しか見ていない方、なんとなく周りを見ている方もいるかもしれませんが、今回の動画では波に乗る時のパドリングの動作とその理由について詳しく解説していこうと思います。それでは行きましょう。今回は2つのポイントに分けて解説していきます。1つ目が目線と進行方向、2つ目がスピードの強弱。まず1つ目が目線と進行方向です。目線なんですが、基本的に進行方向を見ます。波に乗るときはうねりがどのくらい自分と離れているのかと、進行方向に人がいないか、前乗りしないか、波はどうやってブレイクしていくのかを瞬時に判断しなくてはいけないので、必ず進行方向にプラスして周りを見ることが大切です。波に乗る前の動きは人それぞれなんですが、私の場合は沖にうねりが見えた時にまず周りを軽く見渡して、自分の周りの人の位置だったりピークの位置をチェックしておきます。そして波が近づいてきた時に、その波はどこにピークがあってどうやってブレイクするのか、レギュラーなのかグーフィーの波なのか、どこからテイクオフしたら波のフェイスを走れるのかを判断して、いいポジションまで素早く移動しています。多くの人は自分が待っている場所から動かずにパドリングをスタートしてしまっています。周りの上手なサーファーの動きをよく見ると、必ず少しポジションを移動してからパドリングしていると思います。それからボードの向きを変えてパドリングをスタートするんですが、その前にサイド周りを見渡して、インサイドや進行方向に人がいたり、その波がセットの波でショートボーダーの人が行こうとしていたり、他の人がパドリングしていたりすると、邪魔してしまったりトラブルになるので、そういう場合はパドリングはせず次の波を待つというのが私の普段波に乗る前の流れになっています。波を発見してからパドリングをスタートさせるまでに、この流れを全てやるのは最初はとても難しいと思いますし、気を使ってしまうので、最初は人の少ない場所でパドリングからテイクオフの練習をすることが大切だと思います。自分の進みたい方向を向きながら前後左右もパドリングしながら見渡す必要がありますが、テイクオフする直前まで周りを見すぎてしまうとボードが不安定になったり、行きたい方向に行きにくくなってしまうので、波が近づいてきたら進行方向をしっかり見ることが大切です。テイクオフする前はパドリングをしながらたまに後ろを振り返る動作が必要になります。これは何を見ているのかというと、自分と波の距離を確認しながら周りの状況を確認し、波はその後どうやってブレイクしていくのかを予測しています。いい位置からテイクオフするためにはこの動作が必ず必要になります。目線と進行方向で注意することは大きく2つあって、1つ目は視野が狭くなってしまうことです。自分が行きたい方向しか見ていなくて、自分が前乗りしてしまったことも気がつかないままテイクオフしてしまったり、テイクオフの時に自分の足の位置を見てしまったり、サーフボードを見てしまったりするとワイプアウトにつながってしまいます。最初は怖いかもしれませんが、足元は見ず顔を上げることが大切です。2つ目がスピードの強弱。パドリングは漕ぐ速さ、力の強弱によってスピードが変化します。ロングボードは初速が遅いので、漕ぎ出しが遅れてしまうと波に置いていかれてしまいます。
最初は沖から早めに漕ぎ出すというイメージでパドリングをスタートさせましょう。初心者の方に多いのが、パドリングを始めた時に最初がむしゃらにとにかく漕ぐような感じでパドリングをしてしまうんですが、パドリングすれば必ず波に乗れるというわけではないので、波がブレイクする前の瞬間に自分のスピードと波のスピードが合うようにパドリングしていくことが大切です。パドリングの強弱なんですが、細かい調整が必要なのはテイクオフする直前です。波に合わせて調節はするんですが、漕ぎ出しの時はスピードを得ることと周りを意識することが大切です。波が近づいてきたらパドリングに集中し、漕ぐのを強くしたり弱めたりして速度を調節します。波に置いていかれそうな時は、波も緩やかな斜面なので胸をボードにつけるような状態で力強くパドリングしてもノーズは刺さらず加速していきます。反対に漕ぎすぎてしまった時は、胸を反って重心を少し後ろにすることでノーズが水面に刺さることを防ぎます。最初にパドリングをしすぎて波が掘れ上がってしまうと、ロングボードでテイクオフするのはとても難しくなってしまいます。波が掘れている時は、波がボトムからトップへ巻き上げる力が強く、掘れている場所で自分のスピードが遅すぎると波と一緒に巻き上げられて激しくワイプアウトしてしまうので、掘れている波の時は早めにテイクオフするというのと、怖がらないことが大切です。怖くて途中でパドリングをやめたり、体が後ろに引けてしまうと逆に危ないので注意しましょう。ロングボードはある程度スピードがついていればパドリングしなくても進みます。パドリングを強弱させてスピードコントロールをしてみましょう。今回のポイントは目線と進行方向、スピードの強弱について解説させてもらいました。最初は怖いと感じる方もいると思いますが、最初から沖に出てうねりから立つ必要はありません。必ず自分が楽しいと思える波のサイズの時に、インサイドの白い波、すでにブレイクしている波からパドリングをしてテイクオフすることも練習になるので、ぜひ挑戦してみてください。テイクオフする前のパドリングは、とにかくスピードコントロールと波のブレイクを読む力をつけることが大切です。波のブレイクを読むことができれば 1,2 回のパドリングでもテイクオフすることもできますし、力もほとんど使わないので女性でも楽しむことができます。波はその場所や潮の時間、風向きだったりビーチブレイクやリーフブレイクなどでも波質が変わっていて、自然の中には同じ波がありません。一本一本波は違うので、その波に合わせてパドリングをすることが大切です。最初はみんな失敗します。もちろん私もパドリングして波に乗れないということもありますし、大きな波ではテイクオフで失敗してしまうこともあります。失敗を恥ずかしがらず怖がらず何度も挑戦することで、パドリングの強弱でコントロールをする感覚というものをつかめると思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。この動画が役に立ったという方は高評価、チャンネル登録してもらえると次の動画を作るパワーになります。How to のリクエストは動画のコメント欄にて受付しています。また次の動画でお会いしましょう。ピロタンでした。